名古屋大会井上直樹選手欠場です。名古屋大会やばいですね。井上直樹選手の穴を埋める男はこの男しかいないなと。佐藤翔子。ずっと戦ってきた、自信があるんで、それを、このレスリングエリートの太田選手にぶつけるのがすごい楽しみです。尊敬してる選手なんで、しっかり超えて年末僕がアウトレッターとやるんで期待してください。太田忍、佐藤翔子、マッチメイクしたいと思います。MMA ファンだったら佐藤選手の強さっていうのは絶対理解してくれると思うんですけど、井上直樹にスタミナがついてフィジカルがついて選手のレベルっていうのは実は僕は上がったんじゃないかなと思ってるんで、彼の方が世界知ってると思うんでね。ただ MMA に関しては、僕が長くやってると思うんでね、レスリング以外は全部勝てると思います。がして投げると強烈なパウンドはあると思います。ダブリやばいっすねもうハマったら逃げれないです。本当空気読む必要ないと思ってるんで、全員ボコボコにして、チャンピオンになります。あれいくつだっけ今？もう30なんですよ。今ね、ライジンでやってますけど、僕の最終目標って USC でのチャンピオンなので、来年中にはチャンピオンになってオファーが来たらいいですけど、来なかったらロードトゥーっていう選択肢もしなきゃいけないと思ってるんで、僕は。そしたら丸1年潰れちゃうのでって考えたら、もう最低でも来年中かなと思ってます。なめすぎ、みんな本当に。なんか SNS とかも僕が勝ったことをみんなもう一回やれみたいな、再戦しろって言うじゃないですか。もう認めちゃっていいんじゃないですか。さあバックを取れるか、持ち上げていく、これもレスラー、ここも投げる、そしてパンチ、顔面、これが心を折る、ボコボコにしてやる。倉本先輩の時は本当に負けたら終わりだと思ってました。レスリングバックボーンって言われる中で、負けたら使い道なくなるなって。で滝沢の場合はただ負けたら恥ずかしい、ちょっとキモいから気持ち悪いから。あいつはあんたのことキモいって言うんですよ。あ、本当ですか？僕本当に思ってることを言ってるだけなんで、僕の SNS って本当にフィクションないしフェイクないんですよ。ただ周りがついてこれてないだけっていうか。なんで僕ふてぶてしいってよく言われてました。教会の人たちとも僕正論しか言わないんで、めちゃくちゃ嫌われてました。嫌がられてた。はい。おはようございます。ここか。ここです。ここか。あれ結婚してんの？してないです。なるほど。結婚前提な。まあそうで、柏で住んでて、家買ってって言うから買いました。はあ？マジでマンション買えって言われたら買いました。めちゃめちゃどうしてはって初めまして。なるほど。家買えと言って買って。あ、そうです。欲しくなっちゃって。欲しくなっちゃって。欲しくなっちゃって。みんな欲しいわ。水泳部です。競泳をやってました。日体大なら僕のこと知らないですよ、同級生なのに。そんなやついないですよ。いや、まあそうだね。全然います。もう俺のことを知らない日体生がいたんだねみたいな言われて、うざみたいな。こんなやついるみたいな思って。助
ますよ、あなたの。本当ですか？すごくありがたいです。いやでももっともらった人いっぱいいるじゃないですか。名前がすごい。朝倉海とかこんな強くねえなんつった今。なんか言った俺まあでもいや強いと思いますよ。今日俺は絶対負けない。押しに押された感じだったんで最初は50回ぐらい断ってて、家の前で6時間とか待ってるんですよ、平気で。6時間は盛りすぎ、4時間半とか普通に持ってない、これはストーカーだなみたいな感じで言われたんですけど、なんか一緒にいればいるほど良さが分かる人ではあるので、もうちょっと知ってもらったらみんな太田のこと好きになるかもね。何みんな嫌いみたいな言い方してるどういうこと？すごいでも本当に継続力と諦めない力みたいなのは本当に目標に対しての執着みたいなものがすごいあるので、そこは本当に尊敬しますね。だってレスリング僕1回リタイアしてるじゃないですか。はいはい。言ったら僕世界チャンピオンだったら1回しかないですよ。レスリング20年間やってて、そんな言ったら20年同じことしてたら誰だって世界チャンピオンになるじゃないですか。こういうところがうざいで、私20年水泳やってたんですけど、本当全国2位ぐらいがもう最高なんで。僕はオリンピックの金しか目指してなかった。ちっちゃいところから目指すところが最初違ったから、最初から。親父がなんか僕がレスリングをやるって言った時に全国チャンピオンとかなるようになって続けるかって言われて、自分で続けるって言ったんですよ。で続けるって言った時に、続けるんだったらチャンピオンなんねえとダメだろうっていうふうに言われたのを僕が勝手になんかオリンピックチャンピオンだと思ってたから。なるほど。優しいんですよ。お前の彼氏やべえぞみたいな。なんかお前の話やべえぞ。やべえぞみたいな来るんですけど、誰みたいな。何者と思って、人のことを本当に悪く言わない、誰のことも。まあちょっと SNS は分かんないですけど、うちのお母さんがちょっと体調崩したりしたら往復300キロぐらいをもう毎週病院送ったりとかしてくれるような、多分伝わってないとは思うんですけど、すごい本当にいい子で本当に優しいっていう感じ。常にポジティブでいてくれるから余裕っしょみたいな、もう常に大丈夫っしょ普通にやればみたいなこと言ってくれるから。怪我と体調不良だけなければ普通に問題はないと思います。結構練習一番弱いです。みんなにやられるんで。そんなことない。本当に。頭下げて教えてもらってます、後輩に。上にはね、岡田さん、荻窪さんいて、年下だけど斉藤とかも全然僕より経験上だから、いろいろ教えてもらって、これでね、大臣の中で勝てなかったら 100% 自分が悪いと思ってるし、これ以上ない環境だと思ってるんで。偉大な先輩です。組に多分自信があるんで、近寄ると行かれるなって、そこのプレッシャー怖いです。はい。僕はオリンピックアスリートだった経験があるのもあるんですけど、自分のことをすごく客観視してるなって自分でも思うんですよ。だから自分の今の位置も分かってるし、自分が今やんなきゃいけないこと、足りないことも分かってるし、今の僕の
上にいる日本人としては、元谷さん、井上直樹、朝倉海、3人しかいないんですよ現段階で。そこを超えないとタイトルってのは見えてこないなと思ったので超えてやろうと。僕自分で言うのはなんですけど、RIZIN的には朝倉海が輝く未来がRIZINが一番チケットが売れてファンが喜んで、太田忍がチャンピオンになってみてください。キャラ的にうざいし、なんかいけすかないし、であんま人気ないし、どうすか逆に僕はそれ想像してニヤニヤしてます。はいひたすら決めを狙う。どっからでも決めれるんですよね。ヒールを取っていった。柔術はすごくもう本当に自分が愛してるスポーツなんで。幼少の頃からやってトップ選手になった各色帯の世界チャンピオンを取っているということですね。体格が大きいんですけどもテクニックが細かくあって技巧派なんですよね。より現代の柔術スタイルに近いものと言えるかもしれないですね。サトシとクレベルの柔術もすごい魅力的だと思うんですけど、柔術のやり方が違うんですよね。全然回転技でバック取るとか足いくとかモダンな柔術だと思ってるんで。右のストレート。アウトサイドヒールフックに行くように見してそこをセットし直してサドル風に組み直していって取るという本当に現代のヒールフック戦術を、MMA で見せてくれたわけですよね。新しい柔術のやり方を MMA で出してくれるっていう可能性は十二分にあると思います。クレベルからも言われるんですよね。いや俺とサトシのイゴールで絶対ベルト全部取ろうみたいな。ウェルター級に落としたいと思ってますね。世界目指していきたいと思ってます。アニマルコーチ。僕がここから誰とやってもやっぱ注意すべき点は打撃ですし、自分のやるべきことは寝技に持っていくことだから、テイクダウン、バック、チョークですね。一番なんかグラップラーらしい流れじゃないですか。グラウンドには絶対持ち込ませないっていうプランニングだと思うんですよね。どうやはりかいくぐって新しい勝ち方を見せてくれるのかっていうのにも注目したいな。来週所秀夫がやってくれます。金谷さんに続きます。ありがとうございます。RIZINには所秀夫が必要だっていうような声がすごく溢れてるんですけれども、いかがですか？いやー嬉しい、泣きそうです。出た。あや。どこに泣くとこがあるんですか。3年5ヶ月ぶりの復帰戦は大晦日埼玉スーパーアリーナでの。よろしくお願いします。今日は何しに？Ser retribuído. Então, tipo, se eu não mostrar agora o meu trabalho, eu vou mostrar quando? Então aqui é a chance de eu mostrar tudo. 名古屋で練習しに。すいません。義務にあれですね、実家帰るの。はい。地元で最後の試合になるかもしれない。
まあ名古屋はもうないですよね。ねそれは希望だったのやりたいっていうのは。やれたらいいなっていうのはずっとありました。動かもう終わったらいやもうでも今練習やってると本当生きてる実感味わえてて元気な試合を元気な試合はいもう元気な姿をお届けする。この間のひどかったからな追ってくまだ追ってる右バッター左バッターショットレフリー止めたジャン・ダッドソン圧倒的圧巻元気なかったです。元気ないよ押したら倒れるぐらいだった。本当だよね。やっぱフライ級短い期間での減力がきついよな。まあもう全部言い訳になっちゃうんで。すいません。こんな時もあるよ。勝ったり負けたりで楽しませてもらってんだから俺は。まあでもこれは僕のベストコスさあだってさ秀夫の父ちゃんとさのインタビューした時とかさあの時でもうちょっとやめようかって言ってた。3連敗して、まあこのまま続けててもその先っていうか上見えないし。いやクリーニングで継ぎなさいお父さんを喜ばせてあげてくれっていう感じはありますよね。負ける姿を見てると親は一番辛いですしね。1回戦に負けた時におそらく自分で判断するだろうなとは思ってました。あの時やめようかっつってたからさなんでお前この詐欺を繰り返すんだよ何年後のことを見てやれないですよね。やめらんねんだよな。いややめらんないですけどはいはい、ただいま。今日はですねもう来なきゃなと思ってきましたありがとうございます、いやまあもうこの間みたいな試合したらまあちょっとダメだなっていうのはあるんですけど次が最後でもおかしくない。はいというわけでお久しぶりです来ました。ありがとうございます。どんな子供でした？保育園とか運動会とかそういう時には目立つけれど、勉強の方では目立たなかったと思うんですが、先生に好かれるもんで運動会のその主役みたいなことを先生がやらせてくれるとかね。どうしてかわからないけど可愛がってくれるの。そうなの。プレゼントなんだよ。ありがとうございます。前田さんね。ありがたいですよ。格闘技界の本当に怖い人たちばっかですよ。みんな好きですからね秀夫。本当ですか。ヘラヘラしてるでかしら。ヘラヘラはしてますね。してますよね。なんか憎めないんですよね多分。格闘技そのものはあんまり好きじゃなかった。私全くいなかったんです。そのクリーニングやるために東京出たんで早くやめろぐらい言われとったのにね。ノゲイラ戦が済んで、それからあの頃試合がね3回も4回もあったんですけれど、もうそのたんびに2人で新幹線の中でこれが最後かもなって言いながら毎回見に行っとって、15年になるんかな。はい。
秀夫は手伝ってくれ言うて1時間だけ手伝ってくれ言うてもう1時間過ぎても黙々とやってた、はい、あれは感心でした。黙々とやるのは好きですね。若手にね背中を見せて走れる男に私が頃この人の帳面やってたもんで知ってるんですわ。ギャラからほいでそうですか。谷川さんが100万もらってた1試合しばらく100万ずっと息子よう頑張っとるんやでもうちょっとファイトマナー上げたってもらうように頼んでもらえやろかって私が、人気のある間にと思って一言言ってみたんです。そしたら300万1試合、それからずっとほんで行ってみるもんやなと思った。ほんで谷川さんのどんぶり勘定でやれるかどうか知らんけれど会社がダメになるっても仕方がないなと思ってさね、二子玉にマンションも買いました。はい。上出来でしょ。上出来。負けても使ってもらったっていうことが。いやもうギャラまで教えていただいてありがとうございます。今日はですね引退ということでついについにもう日本の指界に入る有名な選手となりました。全く変わってくれば変わらないんで、だから僕らの扱いも全然変わらないし、で本気で目指してる節があった。いやそれは全然なかった。ただ好きっていうだけで職業にしていく感じは全くなかったんですよ。よくリングスの録画撮ったやつみんなで見たりはしてましたけどね。布団の上でリングスとかをやってクロスヒールホールド。クロスヒールホールド野球とサッカーどっちがしんどいみたいな言い合いになったのかな。言い合いにはなってないけど多分途中から黙り始めて最後にドンって爆発してガラスを絶対野球が一番きついって思ってたんでまあだから負けん気はだから強かったのかもしれないですけどね。そういうことなんですよね。そういうやってることとか自分の所属してるものに対するがバカにされたら悔しいって感覚ってこの人ありますよ。それは昔から本当ありますね。ヒーローズバカにされて悔しかったでしょ一番。まあヒーローズもそうですし、まあそのゼスト時代シュートからやっぱ UWF はって言われるのもやっぱ嫌だったですし、偽物だろみたいなはあったんですけどね。まあでも今考えればシュートって本物ですし、野球よりサッカーの方がきついしモテました？めちゃくちゃモテたわけじゃないですけど全然モテました。高見さんっていう中学から高校にかけて付き合ってた子がいて、で、まあ、高1になってやっぱり先輩に憧れる年になるんで、その子が高3の人と付き合って振られたんですよ。こっからやっぱ引きずっての人生だったよね。家の近所の川で最後入ってた。なんか振られて酒飲んで、だから他人にぶつけるわけじゃないんですよ。自分の中でそれを処理するっていう。高見さん見に来てくれないかな結婚は死ぬチャンスかもしれない。おめえセガレット来てんだぞ。いやすいません。負ける姿を見てると親は一番辛いですしね。1回戦に負けた時におそらく自分で判断するだろうなとは思ってました。撮影が駒沢球場であれ来てもらって、いや本当ありがとうございます。いや懐かしいですね。僕ねVTR 一番好きですよ。煽りの中では素人が見てもあれはすごいなと思ったんですね。煽りの神様が作った
映像やなと思ったですね。いやいや、まあ僕はあれ以上のものがもう作れないかもしれないこいつと一緒に僕も引退ですよ本当それぐらいの気持ちでいますよ。大丈夫ですか、ダメージは。打たれ弱くなってるっていうのはすごく感じるんで、はい。心配じゃないですか。いえ、心配です。今回も本当に3年ぶりぐらいだよね、私行くの。でもカナダがでっかくなってってその子供になんか残せれたらなと思います。最近この人入場で泣いたりとか、最近よく泣いてるね、見るとうるうるくるけどね、あれは多分僕は体のこととかいろんなことが出てくるやないかなと思っとるでも秀夫らしいよねあれ白いの増えてるなん今日どうだった？こんなありがたい話はないというか、お父さんいつもとテンションが違いましたね。ここまで来れた、本当にそれは神に感謝やな。すっごく皆さんに恵まれてるもんね。格闘技の皆さん、仲間にすっごいこの子恵まれてる。最後って決めちゃうと良くない結果になることが多いと思うので、そう言い聞かせてやってます。続けてほしいと応援してます。名古屋で地元でやるっていうのはもうないなと思ってたんですけど、今回こうやってタイミングよく組んでいただいて、元気な姿さえ見せれれば